悟りや意識の目覚め、そして覚醒と呼ばれる状態。実はそこには見落とされがちなポイントがあります。それは体の中を巡る酸素の量、体を動かすこと、そして体を感じる時間。今回はネドジュンさんのお話をもとに、なぜこの3つが重要なのかをわかりやすくお伝えしていきます。ネドジュンさんは自動思考に気づくことやエレベーターの呼吸といった基本のワークにぜひ加えてほしいものとしてジョギングを挙げておられます。いわゆる左脳の逆襲が起きた時もジョギングを取り入れることで悟りのプロセスが非常に早まることが分かってきたそうです。ジョギングが難しい方は散歩でも十分だとネドジュンさんはおっしゃいます。その理由としてネドジュンさんが注目されているのが血中の酸素量です。おそらくこの酸素量こそが悟りに向かう上での重要なファクターになっているのではないかと語られています。脳の神経回路と体の神経は切り離せないほど深くつながっており、運動によって血液中の酸素量が増えることで、その神経の働きが大きく活性化します。血中の酸素が増えると、まるで凍りついた細胞が再び息を吹き返すかのように目覚めていく。ネドジュンさんはそんなイメージで説明されています。ネドジュンさんはご自身の若い頃の体験を通して、体との対話がどのように深まっていったのかを語られています。若い頃、心身症でセラピストに通っていた時、何度も指摘されたのが、呼吸を止めているよという言葉だったそうです。無意識のうちにまるで体に一定以上の酸素が回らないようにするかのように、自分で呼吸を止めてしまう癖があり、それを繰り返し指摘されたといいます。その後ネドジュンさんは宅配便の仕事をされていました。この仕事は常に駆け足で重たい台車を押し、止まるとすぐに荷物を抱えて団地の階段を駆け上がる。そんな動きの連続だったそうです。その日々の中で、ネドジュンさんは次第に自分の体に対して非常に敏感になっていきます。ご本人の言葉を借りるなら、体のプロになっていく感覚だったといいます。真夏の日などは少し判断を誤れば熱中症になる。ここまで行くと動けなくなるという境界線が頭ではなく、感覚としてわかるようになっていったそうです。階段を5階まで一気に駆け上がると、そのままでは息が上がってお客さんの前で話せなくなる。だから脈拍がこのぐらいまで上がったら一度止まる。少し待てばこの辺りまで下がる。そういったことが自然にわかるようになり、結果として人前でハーハーせずに対応できるようになったと語られています。こうした経験を通して、自分と体とのコミュニケーションはどんどん強固になり、同時に磨かれていった。そのバイト生活は、まさに身体感覚を鍛える時間だったそうです。そして後に意識がガチャンと切り替わる瞬間、あの呼吸と酸素のおかげかなという認識はすでにあったと振り返られています。ネトジュンさんは、これは運動に縁のない人生を送ってきたおかんのかなり極端なエピソードだけどと前置きしつつ、本来人間にとってはとても自然なことなのではないかと続けています。つまり、右脳優位だった時代や狩猟時代の人たちは山の中を走り回りながら生活していました。そのため血流や脈拍などは今よりも高い状態で一定に保たれていたはずだと考えておられます。ネトジュンさんご自身の体験は言ってみれば、そうした本来の人間の状態を再現していたようなものだったのではないか。つまりそれは自分の体とつながった状態に戻ったということだったのではないかと語られています。現代の左脳優位な状態そのものがある意味とても合理的に作られている。体をあまり動かさず糖分をたくさん取り、脳だけをガンガン回していく。そうすることで左脳はどんどん肥大化し、過剰に働くような仕組みになっているのではないかという見立てです。
そこから意識を右脳側へ移していこうとするなら、今度は逆に体を動かす方向でエネルギーをしっかり消費することが必要になってくる。そうすることで左脳の方へ引き戻されにくくなるとネドジュンさんは説明しています。その際に関係してくるのが、血中の酸素量や心拍数をある程度以上に保つこと、そしてそれを維持する時間なのではないかと感じていらっしゃるそうです。ネトジュンさんは呼吸が苦手で深く吸えない人は意外と多いとも話されています。だから呼吸のワークの今ここ呼吸やエレベーター呼吸などが難しい場合は深呼吸でも構わない。それすら難しければ無理に呼吸を意識しなくてもいいですよとおっしゃいます。そういう方には近所のコンビニとかスーパーまでの軽いお散歩をお勧めしています。散歩をして気分が良くなったり、気分が良くなっている時間が長くなると、今度は体が緩んでいき、いつの間にか呼吸も深くできるようになったりします。そして歩くのが癖になると、ちょっと軽く走ろうかなみたいな気持ちが自然と湧いてくる。あれもできない、これもできないと悩むくらいなら、まずは散歩をしてもらった方が結果的に先に進めると語っています。実際にスロージョギングと呼ばれる本当にゆっくり走ることを習慣にできた方は、悟りのプロセスが驚くほど早かったとも話されています。もう一つネトジュンさんがお勧めしているのがボディタッチです。ネトジュンさんのオンラインサロンの室長のニラサワさんが紹介しているのが手の甲に触れるワーク。触っている側の手と触れられている側の手。その感覚を交互に感じてみる。両手の感覚を行ったり来たりするだけでも意識は自然と体に向かいます。その結果、思考がスッと止まりやすくなり、その瞬間、ほとんど何も考えていない状態になるそうです。ネトジュンさんは、やり方は人それぞれで構わないので、とにかく必死で体を感じようとする時間を増やすことが大切だとまとめています。それこそが意識を頭から体へと戻していく一番確実な近道なのではないかと語られています。いかがだったでしょうか？幸せ右脳自身、じっと座る瞑想やエレベーターの呼吸になかなか集中できない時があります。そんな時は先に少し体を動かしてから行うと不思議と思考が静かになる。そんな感覚を感じています。スロージョギングやお散歩も気分がぐっと軽くなって気づけばぐるぐる回っていた思考から自然と離れています。もしエレベーターの呼吸に集中しづらいなと感じたとき、ぜひ一度軽く体を動かすことをお試しください。